はい。はい。はい、ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバンバ、アビバノノ、ババンババンバンバ、アビバビバビバババンババンバ、ハービバノノ、たまちゃん。藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今、左側にいるのが白黒のクータくん、チャット欄のマサルくん、画面に収まっておりませんが、右猫のたまちゃん、白茶のゆりさん、グレーのグーちゃんと、いないな。グーちゃんいないな。我が家には全部で5匹の可愛い猫ちゃんがおりますよ。で、5匹の可愛い猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。北海道さん、大気中のそば打ちをしたことのある北海道さんです。ピヨンさん、北海道さん、早い。ピヨンさん、私は細く切るのを断念して、そば団子にしたことあります。北海道さん、P さん、それって、そばかゆいそばがきそばがきってそういう字なのそばがきですかピヨンさん、北海道さん、そうとも言うかも。北海道さん、藤子さん、皆さん、皆さん、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。で、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるイルミネーションでピッカピカ光っていて、光っていなくって、うさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス、グーちゃん、ジャスティス、ゆりたん、ジャスティス。たけし、ジャスティス。今日も塩入り、お湯かな
左右というよりお湯かな。今日もさ、なんか上着着ると暑いし、もう脱ぐと寒いし、もう脱いだり着たり、よ、今日もさ。でもまあね、来週天気悪いしね、それに伴ってっていうのかな、なんか気温も下がるみたいだからな。まあ、あったかいうちが、花っていうことでいいのかな。今日はさ、お湯を沸かしたんだよね、さっきね。なんか朝のうちに結構ガブガブ飲んじゃったっていうのかな。違う、甘いものをなんかね、死ぬほど甘いものを食べちゃったんだよね。それで、コーヒーをバカみたいに飲んだんで、お湯足んなくなるだろうなと思ってさ、沸かしたんだよね。沸かしたんだけど、結局沸かすと飲まないんだよね、私はね。っていうので、お湯がたっぷり残ってるんで、結構熱々のお湯なので、今日は塩入り左右というよりは、塩入りの熱々のお湯でございますな。そうで、一回塩入れすぎちゃったんでね、ちょっと半分にしましたので、いい具合な、塩分でございますよ。ピョンさん、ジャスティス。ヨッシーさん、ジャスティス。カニタンさん、ジャスティス。ビールだな。北海道さん、ジャスティス。今日はみんなお酒飲んでる日かな。土曜日だからかな。明日休みだからなのかな。そういえば、今って3連休だったんだね。さっき知ったみたいな、感じでございました。で、今日は何だったっけな。そう、一個残念っていうかさ、なんかもう、なんかもう、って思うことがね、まあ、あってというかな。あの、手芸店がさ、なくなってたじゃんか。手芸店がなくなってたんで、じゃあもうね、湯沢屋の本店で、蒲田に行くしかねえか、これは、とな。で、蒲田に行ったら寿司松に行くしかねえかと思ってさ、蒲田に行く気でいたんだけど、で、うちから蒲田に行くにはね、まあ平日の昼間だけ1時間に1本ぐらい走ってるバスでね、蒲田行きのやつがあるんだよ。で、それのおかげで蒲田にはまあまあ行きやすくなったからよかったよと思ってね。じゃあ最近乗ってなかったけど、久しぶりにそのバスに乗ってね、蒲田に行くかと思ってたんだよね。で、ただその時刻表がわかんなかったからさ、時刻表を調べようと思ったんだけどさ、なんか検索に上がってこないわけ。で、なんか違うからさ、なんかおかしいなと思ってね。で、調べてった挙句、なんか誰かのブログかなんかだね、その東急バスなんだけどさ、東急バスのホームページの方行ったところでね、そのバスの路線が廃止されたよみたいな、そういうアナウンスはないわけよ。だからおかしいな、あるはずなのになと思って探してたんだけど、誰かのブログだかなんかみたいな記事に、廃止されましたみたいなこと書かれてて、で、こういうのって自分で調べないとわかんないから、バスは難易度高いですよね、みたいなこと書かれて、嘘だろ嘘だろうと思ってね、それ書いてるの一人だけだったし、みたいな感じで、嘘だろうとかって思って、で、今日はね、夕飯でさ、焼き芋食べたくなったからね、今日はなんか焼き芋の気分だなと思ってさ、また焼き芋売ってるスーパーにさ、買いに行ったわけよ、夕方ね。で、そこのスーパーの目の前にそのバス停があるわけよ。で、そうだと思ってね、バス停実際に自分の目で見てね、確認しようと思ってさ、確認してみたんだけど、もうどこにもね、その蒲田に行くバスの情報は一切なくて、もう、なくなったんだ。なくなったんだと思ってさ、それないとね、うちから蒲田行くのってめちゃくちゃ交通費かかっちゃってさ、もうそれで1個ね、綿買えんじゃんみたいな感じになるんでさ、
ダメだこれ、蒲田行けねえと思ってね、やめたと思ってな。もう諦めましたっていう感じで、もう新宿に行くしかない。もう新宿に行って綿買ったらもっこもこだからね、もう電車乗るの大変みたいな感じでさ、行かなきゃダメなんだなっていうね、覚悟を今日は決めなきゃならん日でございました。カニタンさん、今日は暑かったからね、そうだよね。ビールうまいだろうな、そこまでかな。あ、でもそう、私アイス食べたんだよ。アイス食べたんだよ、今日はさ。それでコーヒーバカみたいに飲んだんだよな。北海道さん、明日から今金町、ハートが邪魔で見えない。出張かな。出張です。ねえ、でさ、今日アイス食べたっていうのはさ、前に来たお客さんがね、なんかバニラアイスを買って、で、冷凍庫だと思ってたみたいで、冷蔵庫にさ、バニラアイスが入ってたわけよね。で、帰った後、冷蔵庫開けたら、はあと思ってさ、バニラアイス入ってると思ってね。で、慌てて一応冷凍庫には入れたんだけど、もうこれどんくらい入ってたかわかんないからね、なんかもう溶けてどうしようもない状態になってるかどうかわかんないから、なんか人にあげるのもあれだしな、なんて思って、ひとまず冷凍庫には入れておいたのがあったんだけど、あ、そうだと思ってさ、てんたまさんに前もらったさ、ゆで小豆あった、そういえば、と思ってね。そうだ、バニラアイスにゆで小豆かけて食べればさ、小豆アイスになるんじゃん、と思ってね。ちょっとやりたくなったんだよね。そうだ、今日は暑かったから、そんなやろうと思ったんかもしれないな。なんかね、やっぱりちょっと涼しくなるとさ、あんまり冷たいものとか、なんか飲みたいとか食べたいとか思わなくなってくるんだけど、今日はなんかそれちょっとやってみたくなったんだよね。でさ、やってみたわけよ。やってみたわけよね。で、結構ゆで小豆の量が多いから、そのアイスさ。で、バニラアイスがね、ほんとは捨てちゃおうかと思ったわけよ。捨てちゃおうかなと思ってみたら、アイスクリームだったわけ。あ、なんだこれアイスクリームだと思ってさ、ラクトアイスじゃないんだと思って、ラクトアイスだったら捨てちゃおうと思ったんだけどさ、バニラアイスのモーってやつもうはほら、私食べないから、自分で買わないからさ、知らなかったんだけどさ、アイスクリームだったわけよね。ああ、アイスクリームなんだと思って、で、裏見ると、なんか保存料とかそういうのをね、入れてないよっていう話だったから、ああ、じゃあ、まあいいかと思って、乳製品だけど。乳製品自体があんまり良くはないけれども、まあね、他のアイスに比べたら、まあだいぶいいかと思ったから、じゃあね、そのゆで小豆かけて、小豆アイスにして食べようかなと思ってさ、食べてみたらさ、まあ甘いのな。で、最初はさ、そのもうのさ、入れ物から出すのに、まあ周りがちょっと溶けるぐらい外に出しといて、で、器に開けてな。で、それに、ゆで小豆の量がさ、その、もうのアイスに比べたらゆで小豆の方が、なんか多そうな感じだったけど、まあ、私的にはちょうどいいかっていう感じでさ、最初は半分ぐらいかけようかなと思ったんだけど、なんかね、いや、これ全部かけてちょうどいいぐらいかもしんないと思ってさ、全部かけたんだよね。全部かけたらさ、なんか不思議な現象が起きたっていうのかな。なんかね、小豆の量がね、すごい多いと思ったのにさ、その、モーのバニラアイスにかけたら、なんかほぼ真っ白になっちゃって、で、そのモーのアイスはさ、一瞬にして溶けたわけよ。なんか液体になった。なんか液体になったんだよね。でね、あんなにゆで小豆入れたにもかかわらず、真っ白になってさ、お、小豆どこ行ったみたいな感じになってね。で、まあ、食べれば小豆アイスかなと思ったんだけど、バニラアイスだった。なんかやたら甘いバニラアイスだったね。やったら甘えなと思ったんだけど、後でよくよく考えたらさ、そりゃそっかと思って。だってゆで小豆だけでね、甘いのにさ、ね、で、
甘くない餅入れて食べたりとかするぐらいなのにさ、それにバニラアイス入れてんだもんね。甘いのに甘いので、そりゃ甘いわって後で思ったんだけどさ、やったら甘いのな。で、バニラアイスだったな。ゆで小豆入れたのにさ、小豆どこ行ったみたいな感じでな。あ、こりゃダメだと思って。で、どうしようかなと思ったんだけど、ああ、そうだと思ってさ、うちにきな粉あったなって思って、で、まあ、ほら、なんだ、クリームあんみつ的な、小豆とね、きな粉違うか、信玄餅的な感じになるのかな？違うか。わかんないけど、きな粉入れたらこれなんとかなんじゃんと思ってさ、きな粉備蓄してあったはずだけど、すぐ取れるとこになかったはずだから、めんどくせえなと思いながら、めんどくせえなと思いながら、これをさ、美味しく食べるには、きな粉探し出すしかないと思ってね、めんどくさいところから掘り起こして、きな粉を出してきてね、で、きな粉結構かけたと思うんだけど、ほぼバニラアイスだったけど、でもだいぶ美味しくなって。ただ甘いからね、甘いからちょっといっぺんにはなんか食べれない感じで、コーヒーを飲みつつ、ただ温度差がさ、ホットコーヒーで飲んじゃったからな。ホットコーヒーとその一応アイスだから冷たいからさ、その温度差にちょっと口ん中びっくりしながらさ、甘さに口ん中びっくりしながらさなんとかなんとか食べたら、なんかお腹いっぱいになっちゃったんだよね。胸焼けしたのかな、胸焼けしたのか、そのカロリーが体的には足りて、もうお腹いっぱいっていう感じになったのか知らんけどさ、なんかお腹いっぱいになったんだよね、今日はね。で、全然お腹空かない感じで、夕飯いらねえかなっていう状態だったんだけど、で、しかも甘いの食べたっちゅうのにさ、なんか焼き芋は別腹なのか知んないけどさ、なんか今日は焼き芋な気分と思ってね、焼き芋買ってきて、さっきまで焼き芋食べてましたみたいな感じでした。ね、暑いからそんなことをし始めたのかもしんない。え出張。北海道さん、新宿からの札幌は終日10度です。そうなんだね。なんか寒波が来るらしいんで、今ね、今日は暖かかったけどさ、寒波が来るらしくて、たまちゃんさ、匂い嗅いでるけどさ、その辺、だから今日は朝、たまちゃんがそこおしっこしたところだって。たまちゃん、ここのドアにさ、おしっこしちゃうんだよね。もうやめてっていうのにさ、でさ、吸い込むスピードが速いわけ。私もさ、できるだけ迅速にその、おしっこをさ、吸い取ろうとして努力してはいるんだけどさ、もう吸い込むスピードが速いから全然匂いね、取れなくて。で、重曹撒いたりとかする時もあるんだけど、もう嫌になっちゃってね、今日はね。久々にファブリーズみたいなやつ、一応あんだよね、ほぼ使わないけど。ほぼ使わないけど、こういうこともあろうかと一応取っといてあってさ、それを今日使ってね、その処理した後にさ、ファブリーズみたいのをさ、もういっぱい撒いたわけよね。もうやけくそなぐらいにぱい巻いたんだけど、今度はそれにやられて、朝からちょっと気分が悪くて、なんかいろいろ不具合なんだよね。昨日の夜もさ、昨日の夜はね、なんかね、こっちにね、アルファ米でさ、味が薄いのっていうのかな。白米と、あと、わかめご飯の備蓄はこっちに置いてあったんだけどさ、なんか昨日はね、田舎ご飯とか、なんか炊き込みご飯とか、なんか味が濃いめのものを食べたかったわけよ、昨日はね。だけどこっちにはないんで、どうしようかなって思って。なんか今日の気分はドライカレー、チキンライスみたいなね、そんな気分だったわけよね。で、どうしようかな。自分に嘘つかない。じゃあ、しょうがない。買いに行くかと思ってね。コンビニ行ったら、ちょうど私がね、求めてるようなね、
ライスのところがさ、ターメリックライスっていうのかな、ドライカレーなのかなみたいなやつに、チキンカレーがかかってるね。ちょうどどっちも満たしてるね、条件満たしてる、弁当があったわけよ。うわ、これあったな。これ今私食べたいやつだなと思って。しゃあないと思って、それを買ってさ、昨日食べて、で、ちょうどね、求めてるもんだったからさ、めちゃめちゃうまくて、あー、うまいなー。うまいなーって思いながら食べてたんだけどさ、全然気づかなかったんだけどね、その後さ、自分の顔をさ、鏡で、見たわけね。歯磨いた時かなんかかな。そしたらさ、まぶたが、ま、今でもまだちょっと、腫れてるっていうか赤いんだけど、なんかまぶたが腫れて赤くなっちゃってて、あれなんだこれと思って。なんか思いつくのはそのコンビニ弁当しかないけれども、ああ、ああ、ああみたいな感じでね。まあ一晩寝れば治るかなと思ったんだけど、意外とまだね、残ってるぐらい。なんか治ってないから、あれこれコンビニ弁当が原因なのかな何なのかなわかんねえなと思いながらね。まあ、なんかちょいちょい不具合。ちょいちょい不具合なんだよね。昨日はまぶた腫れてるし、今日は朝起きたらそのファブリーズで、やられてるし、みたいな感じね。で、お昼は小豆アイス作ってやられてるし、みたいなね。なんかどうしようもねえ感じな。え終日中そうね、なんか寒波が来るらしくって、今、アメリカで、寒波が来てて、で、バヌアツの法則だっけ、なんだっけ、なんとかの法則でね、2週間後、日本も同じようになるっていうのでさ、ねえ、2週間後っていつなんだいつアメリカは寒波始まったんだっていうのでさ、なんかね、天気も悪いからさ、その辺で来んのかなみたいなね。だからデザフェスにかかって欲しくないなと思ったわけよね。デザフェス終わってからならまあいいけど、デザフェス前、デザフェス中はやめてほしいよと思いながらね、天気とね、にらめっこしてる状態なんだよね。まどかさん、今日は母校の大学祭に行ってきました。ああ、そっか、今、文化祭の時期なのかな。エレクトーンサークルのライブを見ました。エレクトーンサークルっていうのがあるんだ。20歳前後の、ピュアな若い人たちを見て、なんだか恥ずかしい気持ちになりました。恥ずかしいのか、輝いてたっていう感じなのかな。北海道さん、小豆アイス成功しました？失敗しました。なぜか小豆かけたらアイス一気に溶けたのがなんじゃこりゃーっていう感じだったね。不思議だったね。砂糖がすごすぎると溶けるのかね。大樹さん、藤子さん、皆様こんばんは。ボンスは本日もしぶとくやっておりますよ。たまちゃんはうろうろしてるけど、なんだろう、おしっこかな？そっちでしないでくれよ。たまちゃん、トイレでしてくださいよ。見てないところでされるとさ、わかんないんだよね。片付けらんないから困るんだよね。てんたまさん、皆様こんばんは。たまちゃん、たまちゃん、たまちゃん、たまちゃんはなんか企んでんな。普段そんなとこ行かないところに行ってるところが怪しいな。たまちゃん、戻ってきてね。はい、トイレでしましょうね。行かないのかな？ねえ、トイレでおしっこしてくれると助かるんだけどな。はい、今、無事トイレに向かっております。やっぱりな、企んでたな。でも、トイレに入ってくれてよかったよ。ちゃんとお尻の穴もトイレの中に入ってますよ。最近はね、割と、外すことがなくなってきて、
助かっておりますよっていう感じね。ありがとね、たまちゃん。ね、トイレでしてくれてありがとね。はい。逃げた。カニタンさん。こんばんは。デザフェス迫ってきましたね。そうなんだよね。なんかもう落ち着かない。何していいかわかんない。落ち着かないよ。今日は大学芋を、買いましたかな？買いましたよ。藤子さんの影響かもね。影響与えてる影響力ある私な。影響力なくて泣けてくるんだけどな。変な影響力あるな。小豆と芋。小豆芋のね、ローテーションだからさ。で、あと何の話するんだっけ？アイスの話と、たまちゃんのおしっこの話と。別にたまちゃんのおしっこの話するつもりではなかったけどな。あと、なんだっけ、そのバスがなくなった話とな。あと、何の話があったかな。もうないかな。もう今日私が話すべき話はなくなったかしらね。たまちゃん偉いな。たまちゃん偉いよな。逃げるけど。朝は朝はもうここでしちゃうけどっていう感じでね、参ったなと思ってさ、だからね、これさ、ホットカーペットなんだけど、下敷いてんのがさ、で、ほら、もう厚みがすでにあるから、これ以上この上になんか敷くことがさ、できないわけよね。なんで、ここにこのカーペットを置くわけにはいかないかっていう風にさ、今なってて、でもほら、寒波来るからさ、寒波来るってことはさ、暖房器具ね、もう使えるような状態にさ、しとかないとって思うんだけどさ、もうデザフェスもね、考えなきゃいけないけどさ、この暖を取る器具をさ、どうするかっていうこともさ、考えなきゃならんのでさ、もう何したらいいのかわかんないよねっていう感じ。で、あと、そう、今日さ、農協やってんのすっかり忘れてたわけよね。そういえば焼き芋買いに行くのにさ、農協の前通ってな。で、なんだ、今日は農協やってんじゃんと思ってた。夕方だったんでね、もう閉店ガラガラの時間だったんでさ、ただ、シャッター開いてて、まだ閉まる前だったから、なんかあるかと思ったんだけど、今日はね、何にもなかった。やっぱりさすがに夕方はちょっと、なんか売り切れっていうのかな。何にもないみたいだね。空いてたけどな。で、今何の話しようとしたんだったっけな。そうそうそう。農協で買ったみかんさ、そういえばさ、おととい、柿狩り行くっつうのにさ、農協でね、4個100円だったから、なんか4個100円だったらまあいいかと思ってさ、安いんだか高いんだかわかんないけどさ、みかん買ってきたじゃん。で、それをさ、昨日2個食べたわけよね。で、昨日の時点では、無事だったっていうか、普通だったんだよ。で、今日残りの2個ね、朝さ、お腹が空いたから、そうだ、みかんあったなと思って、みかん食べようかなと思ってさ。で、それ袋に入ったまんまだったんだけど、でもそうは言ってもさ、買って2日しか経ってないのにさ、なんかね、傷んじゃってたんだよね。で、うっそーと思って。で、1個だけかなと思ったらさ、2つともね、その当たってる部分が傷んじゃってて、で、と思ってさ、でさ、ただ傷んでるだけじゃなくて、なんかね、酸っぱい匂いっていうのかな、お酢になってるなんかね、みかんビネガーになってるような感じだったんだよね。で、嘘と思ってさ、まだ1日しか経ってない。昨日の状態だったらまだね、平気っぽかったから。だからその下のやつは、初めから傷んでてそれ気づかなかったのか、それともね、その保存状態が悪くて、そうなったのか知らんけど、いや、でもさ、たったの1日2日しか経ってないのにさ、この痛み具合ってあると思ってちょっとショックで、何これどうして
どうしてこんなことが起きるのと思ってしょうがないから、それ全部ね、剥いて、で、水で洗って、なんか酸っぱいっていうかさ、まあ、みかんは酸っぱいけど、そうじゃなくて、お酢の匂いがするわけよ。ビネガーの匂いがするわけよね。おかしいなっていう匂いがするんでさ、皮剥いて洗って、で、ね、とろけちゃってる感じっていうの、その傷んでるところさ。だからそこを外してな、結局、だから安くなかったかもな。食べれる部分が半分になっちゃったからさ、結局高い買い物したのかなみたいな感じでね、とーって思いながら、今日は朝みかん食べて、で、今日はご飯炊いて、ご飯食べて、で、焼き芋食ってか、そんな感じ。何の話っていうね、感じでございますな。てなわけで、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願い、あれすごいな。いたします。いろんなのが出てきますな。そう。で、ふとさ、たつきりょうさんっていう、なんか私が見た未来とかっていう、漫画がさ、ごめんね。あるんだけどさ、なんかあんまり興味がなくって、なんかね、気にしたこと今までなかったんだけど、ふと、あ、そうだ、なんか図書館にさ、その本あったりするかなと思ってさ、調べてみたわけよね。そしたらね、あったんだよね。なので一応予約したんだよね。ただ、順番がね、200、300番目ぐらい。300人待ちぐらいね、約270何人とか待ちだったんだよね。でね、その本はね、2冊しかないみたいなんで、まあだから150人待ちぐらいな感じになるのかな、そうすると。全然回ってこないね。こりゃ全然回ってこねえな、みたいなね、感じなんだけど、一応予約したわけよね。で、今までさ、なんか他にもいろいろ予約したはずなのに、順番が回ってこないからおかしいなと思って、で、予約図書をさ、確認してみたらな、案の定な、今予約したそのたつきりょうさんの、私が見た、未来だっけっていう漫画だけしか予約に入ってなかったんだよ。だからあれ、今まで予約したのどこ行ってると思ったらね、なんかお気に入りに入ってんだよね。なんでかななんでかなお気に入りとかっていう機能を使ったことない気がするんだけどなと思って。いつも予約に入れてるつもりなのに、どうしてこうなっちゃうのかねっていう感じで。ただまあ今順番回ってこられてもさ、デザフェスあるからさ、読んでる余裕ないのでね、まあいいや、そのままでと思ってね。まあ年末あたり寒くてどこにも行きたくないし何にもしたくなくなった時に、順番が回ってくればいいやと思ってね、ちょっと今は保留みたいな感じでごめんなさいね、ゆりさん。ボロボロ落としまくってな。っていう感じで予約だけしました。読んだことないですけど、ただまあそれでいくとね、2年後の私の誕生日に日本が滅亡するらしいんだよね。そう、ただほら、その日になんか日本は神の国になるよっていう人もいるし、まあその人に、日本が滅亡するよみたいなことを言ってる人もいるし、どういうことなんだろうなっていうふうに思ったわけよ。で、そこで、あ、なるほど、そういうことかって分かったな、ことがあって、まあ、その体内記憶の人がね、言ってたので、あ、なるほど、そういうことかっていうふうに思ったんだけど、なんでそのね、2年後の7月5日に
日本がね、神の国になるよっていうかっていうと、やっぱりね、震災っていうのかな、大変な状況になるらしいんだよね。で、大変な状況になるんだけど、えやっぱり震災の時と一緒な東日本、他の震災もそうなのかもしれないけどさ、震災の時と一緒でさ、日本人はそういう時にね、パニックにならないっていうの。で、その姿がね、すごいっていうので、海外でかなりね、話題になって、日本はやっぱり神の国だねって言われるようになるんだって。だから、そういうことそういうことかと思ってね。そういう意味で神の国になるっていう意味だったのかと思ってさ。それで言ったら、すでに神の国といえば神の国ではあるよねっていうね。だから結局何かが変わるとかっていうわけではないし、で、そういう災害は起きるっていうことねっていうのでさ。じゃあそれなりに、今考えられる限りでね、できる対策をね、やっとく必要はあるんだなっていうね、感じ。てんたまさん、予言漫画ですね。ね、そうらしいよね。読んだことないんでさ、わかんないんだけどさ。大工さん、はい、ラインデリアストップ、ありがとうございます。では、大工さんからラインデリアストップいただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん。カップを掲げて、女子会のカードかな、これな。女子会のカードだ。相変わらず逆位置だけどな。またカップが逆位置だから、中の、ジュースがこぼれてしまう感じだね。感情がこぼれてしまうな。女子会だから、女同士のあれがもつれる的な、そういうことになるのかな。カップの3ですか？えーっと、カップの、3、逆位置っていうのがあるな。逆位置になると自分のことばかりに没頭してしまう姿を表しています。はい。周囲の人の優しさにも無関心で堕落しているような心境です。楽しいだけの関係で成長がなかったり、新しいチャレンジを恐れているという意味も表しています。そうなのかね。じゃあ、これ、読んでみましょうかね。カップさんの意味、世界観。カップを高く掲げる3人の乙女。周囲にはみずみずしい野菜や果物が実っています。彼女たちはまるで収穫の喜びを分かち合っているかのよう。あなたはどのような喜びを人々と分かち合いたいですか？テーマ、喜びを分かち合う。カップの3、数字の3はコミュニケーションや調和を表す数字。人々の心が調和し、喜びのコミュニケーションが生まれることを意味します。3つのカップ、愛や喜び、祝福を示します。感情や需要を司る女性性の象徴です。3人の女性、カップが持つ女性性のエネルギーを体現しています。3人とも違う色の服を着ていることから、それぞれ違う考え方を持つ人物だと解釈できます。野菜と果物、収穫や豊かさを示すものです。収穫は日々の積み重ねによってもたらされることから、努力が報われることを示唆します。いいね。物語、
カップは水の象徴、感情や愛情、需要などを表す。人間の体や周囲の物質は、ある程度の月日を経て、少しずつ形が変化していきます。しかし私たちの心、すなわち感情は、常に揺れ動き、形を変えるもの。不安定な感情に悩まされることもあるかと思いますが、決まった形がないからこそ、味わえる体験もあるでしょう。心が喜びや愛情の形になったとき、私たちは幸福感に満ちて生きる意味を見出せるのです。私たちの大切な感情を受け取る愛に満ちた存在、それがカップの正体です。数字の3はコミュニケーションや調和を表しています。2人の人間が出会い、コミュニケーションという3つ目の動きが発生することで、新しい関係や発見が得られるのです。カップさんはあなたが感じた感情を周囲の人々と分かち合うことで、コミュニケーションの輪が広がることを明るい笑顔で、示してくれています。そうなのね。はい。逆位置ね。逆位置全体。今のあなたはやるべきことより自分の欲求を優先しやすい時期かもしれません。はい。遊びに夢中になることで生活リズムが崩れてしまう可能性もありそう。あなたが楽しいと感じる活動はこれからも大切にしてください。はい。一方で、日々のタスクに取り掛かる時間も計画的に取り入れてみてはどうでしょうか。まあそうなんですけどね。やるべきことと楽しいことのバランスを整えることで、メリハリのある毎日を過ごせるはずです。まあそうですね。はい。仕事金運。仕事はルーズな対応に気をつけたい時期。仕事仲間とうまく連携が取れず、仕事が滞ってしまうかもしれません。面倒な仕事ほど優先して処理することで、仕事がスムーズに進み、仕事仲間との連携も取りやすくなるでしょう。金運は少し不安定。衝動買いにより、出費が続いてしまうケースもありそうです。大きな買い物をするときは本当に必要なものなのかを一度考えてみてくださいね。ね、そうだよね。人間関係、悩んでしまう場面が多いかも。仲の良い人たちの間に距離を感じるケースが増えそう。もし現在の人間関係に悩んでしまったら、新しいコミュニティを探しに行くチャンスなのかも。今の交友関係に依存するのではなく、コミュニケーションの輪を広げることで、あなたの人生がより充実していくことでしょう。はい。ウェイトの解釈。乙女たちはお互いに誓いを立てているようだと述べています。乙女たちは3人とも違う色の服を着ています。赤は情熱や能動性。おしっこいっぱいされた。黄色は希望や祝福。白は純粋無垢を示す色。どの色もポジティブな印象を私たちに与えますが、それぞれ異なる意味を持っているのです。私たち人間はみんな違う考えを持っています。同じことを体験したとしても全く違う捉え方をするケースも、人によってこれほど感じ方が違うのかと驚いた経験がある人も多いのではないでしょうか。そうですね。どんなに気の合う仲間でも、私たちは違う人間です。だからこそコミュニケーションを通じて他者とつながる必要があります。黙っているだけでは相手に自分の気持ちは伝えられません。しかし、感情を言葉にして伝えれば、相手はあなたの気持ちを理解してくれます。乙女たちはお互いの考えや感情を分かち合うことで、誓いという絆を生み出しています。あなたは仲間とどのような感情を分かち合いたいと感じるでしょうか。分かち合ったからこそ生まれる何かを
ぜひ探してみてくださいね。はい。ってなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、なんだろうな、分かち合う、自分の、思ってることを分かち合うみたいな、そんなカードだったのかな。新しい、コミュニティを作る的な感じわかんない。楽しんでいただけてたら幸いでございます。結局適当なまとめ方になってしまったな。今日もうまくまとめらんなかったぜ。テントマスさんはイオンだ。ピヨンさん仕事面倒だな。じゃあやめたらいいんじゃないのかな。やめればいいんじゃないですかね。違う仕事になればいいのかな。で、あとは何の話しますかね。あと何があったかな。今日はホルムズ海峡。ホルムズ海峡の話聞いてたかな。なんかホルムズ海峡が、閉鎖封鎖されるんだって。ニュース見てないんでさ、全然知らなかったんだけど、ああ、そうなんだと思って。で、なんかね、ホルムズ海峡ってなんとなく聞き覚えがある感じだけど、まあだからといってなんだかね、説明できるかっつったらわかんないなっていう感じで、まあ聞いてたんだよね。まあ早い話が、石油が、手に入らなくなると。まあそうするとね、何もかも石油でできてるからな。もう本当に、オイルショックになるよっていうね、話で。ね。なんか備蓄解放し始めてたけど、ちょっと早かったっすかみたいなね。そんな感じで今どうしましょうっていう感じね。でさ、なんだっけ、カセットガスね。カセットガスさ、ま、ちょっと涼しくなってきたからさ、朝はお湯沸かすようになったし、で、朝お湯沸かすようになるとさ、あっという間にあれな、なんか使い始めると早いわけよね。なのでさ、結構ね、もうすでに、だいぶなくなってきてっていうのかな。なのでさ、ちょっとこのペースで減るんだとさ、買い足しといた方がいいなとは思うんだけど、ただね、もう値段上がってきちゃってっからさ、なんか前みたいにね、なんかちょこちょこっていうわけにも、っていう感じでどうしようと思うんだけど、いや、でもこのペースで減っていくと、ちょっとね、そのホルムズ海峡封鎖されたら、ちょっと手に負えんなと思うからさ、そう考えると、ちょっと買い足しておきたい気分だけどっていうのでね、なんか今日もうだうだしてる、感じで、なんだ、食ったか。そう、で、昨日ね、アルファ米食べたくなった時にさ、今日はね、白米じゃないしな、わかめご飯じゃないしな、なんかやっぱりちょっと味の濃いもの食べたいなって思った時にさ、ね、体のこと考えて、あんまり添加物が含まれてないようなものばっかり、で、日持ちしそうなものばっかりを集めてたけどさ、いざとなったらね、結局食べたいのはカレーなの。結局食べたいなって思うのは、カレーとか、チキンライスとか、そういうものが食べたくなるんだと思ったらさ、そういうのもやっぱりね、用意しとかなきゃダメかなんて思って、で、昨日は結局ペイペイフリマだったかな。めちゃくちゃおしっこされた。私はトイレかゆりたんのさ。もなんなの。よいしょ。なので、昨日は結局、買い足してな、そのアルファ米の今まで買ってなかったドライカレーとかさ、チキンライスとか買い足してさ、で、なんかね、そんな感じ。そんな感じでね。
結局、他のものもいるんだなっていう風に、昨日はだからちょっと、予行練習的な感じっていうのかな、になって、気づけたんで、ね、まだ物が買えるうちにね、買っといた方のがいいかなと思って、ちょっと買っちったみたいな感じでございました。じゃあ、アファメーションタイムでも行くか。はい。突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい。アファメーションタイム。では、行きますよ。せーの。よかった。よかった。よかった。今日も焼き芋が食べれてよかったね。今日の焼き芋はね、ちょっとね、残念っていうのかな。今日の焼き芋はあれって感じだったね。パサパサっていうのかな。焼きすぎみたいな感じで、ちょっとパサパサで、イメージしてたのは、もうちょっとしっとりしてる感じをイメージしてたんでね。ちょっと残念だったけど、でもね、今日も無事焼き芋が食べれてよかったね。はい。板もね、おしっこ出ないよりは出た方がいいもんね。だからおしっこが出てよかったね。ちゅうわけで、本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方はこのチャンネルには猫の動画がいっぱいありますのでそちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。